富士登山2024年、果たして山頂でご来光を見ることはできるのか。富士山ご来光編です。今回の参考は富士登山吉田ルートから登る1泊2日の山小屋泊です。富士スバルライン5合目からスタート。6合目から急登砂利地獄を登り、7合目の急登岩場地獄。天候が崩れて雨も降り出します。富士山は相当備えてこないとダメですね。これも本当に携帯用障害になっちゃいますよ。それでもなんとか宿泊を予定していた富士山ホテルに到着しました。ようやくね、着きました。登ってきた道を見下ろすと遠くには晴れ間も。明日の天気に期待が持てそうです。見下ろすとね、登ってきたねって感じします。まだまだね、カラフルな人たちが登ってきてます。今回はその続き。まずは富士山ホテルで一休み。はい、どうぞ。富士山ホテルでは受付をするや否や寝泊まりするスペースではなく夕食を案内されました。出てきたのはこちら。器に盛られた白いご飯。そして右側にはレトルトのパックらしきもの。これは初めてのパターンです。まあ何はともあれこいつから。いただきます。くー、最高。では夕食のカレーの準備です。レトルトカレーを開けるのがちょっとわびしい気もします。それでも温かいのがかなり嬉しい。ハンバーグもついています。盛り付けるとこんな感じ。なかなか美味しそうです。それではいただきます。濃厚なカレーのルーがうまい。疲れた体に染み渡ります。最高。ビールに合うカレー、なかなかいいチョイスです。続いてハンバーグ。濃厚で食べ応え十分。しかもビールに合う。大量の客をさばくためのシンプルメニューなのですが、これが登山で疲れた体に染み渡る。まさに今体が欲している味です。山小屋のグルメ化が進む今、初めはレトルトなんてと思いましたが、7月から9月の2ヶ月間しか山開きしない富士山が大量の登山客を受け入れることができる合理的な選択なのかもしれません。ちなみに混雑する夕食時の食堂ではアルコールは NG。 この時はたまたまガラガラだったので山小屋の方に飲んでいいよと言われビールを売ってくれました。この後はツアー客など大勢お客がやってきました。ごちそうさまでした。ちなみに左に置いてあるのが明日の朝ごはんです。食べ終わると寝床に案内されます。寝床はご覧のように2段になったスペースに1人用の布団が並べられたスタイル。私があてがわれたのは一番奥の上の段。
布団1枚分のスペースが私の寝床になります。寝床は簡易的なビニールで仕切られています。結構なんか私ね、結構早く着いたみたいで、これからツアーの人とかね、いろいろ来て、満室っぽい感じではあるんですけど、ほぼ早く2組目に着いたっていうらしいですね。去年行った東洋館と比べるとかなりいわゆる感じですね。東洋館の方はね、この仕切りとかね、もう完全にね、板だったんですけど、ここはもうビニールでちょっとなってるみたいな感じですね。外の様子を見に行くと、なんと真っ白。これはね、ちょっとやばいぞ。多分若いことじゃないかもしれないですけど、これを笑わすにはいられないぐらいやばさだ。マジか。明日ね、晴れなんですよ。明日、登山天気の予報では、で曇りのち晴れ。これ効果微妙みたいな。夕景をね、360度で撮ろうと思ったんですけど、全然ダメですね。去年のね、東洋館夕日きれいに見えてよかったんですけどね、もうね、もう天候でこんな勝ちますもんね。大変だ、富士登山。本当天気。ちょっと寒いからね、中入るかな。で、やるのはこいつ。山小屋で柿の種を仕入れました。これが最高。ちなみに標高の高い山での飲酒はおすすめできません。高山病のリスクが高くなってしまうのでご注意ください。でもこれだけはやめられないんですよね。天気は期待できないですが、夕日を目当てに外へ出ます。悪くないというか、いい感じなのではないでしょうか。なんかいい感じですよ。ちょっと夕日っぽくなって、今ね、もう6時、50分になってますね。7時、ネットで見たらね、19時が、日没でしたね。もうすぐ落ちると思います。相変わらずね、こちらは曇りですけど、こっちはね、晴れてます。で、風がね、少し良くなったような気がします。確かに吹いてるんですけど、さっきまでのボーボー吹いてるっていうのはね、ちょっとなくなったかなと思いますね。気持ち、和らいでると思います。まだね、結構登ってきてます。ツアーで来るお客さんが多いんですよね、ここ。ご来光ツアーみたいな、ものが人気なので、やっぱツアーでかなり上の方に泊まるってお客さんが多いんですよ。でもね、辛いっすよね、ここまで来るのは。なかなかきついと思います。もう私はね、落ち着きまして、落ち着いてもう全然余裕みたいな感じになっちゃってますけど。日没前に奇跡のように天気が回復。このまま明日まで天気が持てばいいのですが、それはさておき、初日は無事に富士山ホテルまで登頂できてよかったです。明日は2時起き。このまま早めに寝て明日の朝に備えます。
いよいよ富士山の山頂にアタックする日がやってきました。荷物をまとめて外に出ます。登山客がいっぱい。外出たらもうすごい人で、もう大丈夫ですね。下のね、明かりはすごい見えてるので、まあ、晴れっていうか、下は雲はないと思います。ただね、風が強い。下の上空ですね。あまり良くなくて、頭が痛い。完全に高山ですね。下を見ると登山客がヘッドライトで道を照らしながら登る姿が見えます。じゃあね、とにかくそれでは出発。富士山ホテルから山頂まではおよそ90分。8合目の山小屋エリアを通過し、9合目の向楠子神社を通って山頂を目指します。日の出の時刻は4時半ごろです。それまでに登頂し、山頂でご来光を眺めるのが最大の目標です。ちょっと天気が心配ですが、こればかりはどうにもできません。ただただ願うばかりです。じゃあ風よけのためにね、ちょっと中の方で休んでください。注意事項を説明するガイドの声が響きます。今回すごい早めに来たので、昨日ね、去年のピーク時よりもちょっと少ないと思ったんですけど、ご来光のね、朝の登り下はもう大渋滞ですね。振り返るとヘッドライトの明かりで描かれた光の列。その列が長く長く続いています。昨日に引き続き強い風が吹いています。もう無理しねえで、五尺までは今行ってみて、登山者たちの不安の声が聞こえます。8合目後半の山小屋、友江館と江戸屋の前にやってきました。高々と輝く小屋の明かりに安堵感を覚えます。山頂は90分って言ってましたね。4時半に出て、4時ぐらいに着くんです。日の出が4時半、まあ、30分ぐらいある感じですね。ここからは山小屋が途切れるエリア。暗闇にヘッドライトの明かりが鮮明に浮かび上がります。山頂はね、状況はちょっとよくわからなくて、9合目、近かったけど、そこまで行く状況をね、考えたいみたいなこと言ってましたね。でも上にいると、若干山頂のシルエットが見えたので、雲に隠れてるって感じでもないのかなと思います。多分カメラで映ってないですけど、星も見えてます。風が結構強いから、今日ね、砂っていうか砂利みたいなのがたまに飛んできて、顔に当たって痛いみたいな感じがあります。でもね、渋滞してて、割とスローペースでね、出ます。どうしても、すごい。暗闇の中、登山者が列をなして登る姿。富士山ならではの光景です。突風が来て、体がちょっと怒られるみたいな、重心がちょっとするような。広めの道では山肌に沿って休憩する人たちも。登り始めた時は、うわ、なんじゃこりゃと思ったんですけど、登っていくうちに、なんていうんですかね、この人々の一つの目標に向かうパワーに押されて進んでいってるような錯覚に落ちる感じがあります。なんかすごい大きな
人々の流れみたいな力をもらう、その中になんか不思議な一体感みたいなのがねあります。よいしょ。ご来光館ですね。ご来光館から登るとかなり山頂までは近いかもしれない。山頂まで一番近いご来光館は人気の山小屋です。でも初心者は初日にここまで登ってくるのはとても大変です。ガイドツアーを利用したり経験者と登ることをお勧めします。明かりは見えてるのでいいのかな。上もね、星が見えるのでね、いいかもしれない。こっちのカメラで見えないと思うんですが、それはね、ややシルエットが見えてます。おそらく雲で真っ白で隠れてるって感じでもなさそうだと思います。さあ、ここからは山小屋のないエリア。山頂まではおよそ1時間ほどです。今ちょうど3時なので、あとで1時間かな。指導員の声でしょうか、登山者に危険を知らせる声が響きます。日の出にかけてのこの時間は低体温症のリスクも高まります。富士山のね、ニュースとか見ると、なんでみんなそんな登るのかとか、あとご来光を暗い中で危険の中に行くのかとか思うと思うんですよね。私も思ってました。東洋館泊まってご来光を山荘で見て、山小屋で見て登ったので、非常に楽というか楽しい感じで登ったんでね、夜中2時に起きてこの登る試練っていうかね、しかも暗くて、今風も強いんでコンディション的にはそんなにない。でもね、やっぱ登っていく人々のねエネルギーっていうのがすごく感じますね。上へと渋滞してね、たまにゆっくり止まったりするので登りやすい感じがありますね。まあちょっと苦しいんですよね、無理しないで。山頂のご来光を目指すのを難しくしているのが混雑している道。人が多くて詰まっているのか、登山者が休憩しているだけなのか、区別がつきづらいんです。ここの混雑は団体登山者の休憩でした。左側から追い越していきます。上に行くとね、砂がすごいんですよ。なかなか過酷な状況ですね。山頂近くなるとますます風が強くなります。体調不良なのかうつぐまる登山者の姿も。それにしても強い風、体が揺さぶられるほどです。場所によってものすごいところが確かにちょっとかもしれないです。こんな状況の中、登り続けていいのかと感じてしまいます。しかし、皆さん黙々と登り続けています。休憩です。途中で撤退だなんて言ってたツアーがありましたけど、気持ちわかりますね。本当に危険な状態なのかもしれないです。みんなで登れば怖くないじゃないけど、これ一人だったら撤退みたいな感じになると思うんですけど、みんな行くから行けんじゃないかな。標高はおそらく3550メートル近く。日本でここより高い山はなく、過酷な環境です。もしこの環境で私一人だったら、おそらく撤退していることでしょう。ご来光を目指す多くの人たちに囲まれている安堵感、ヘッドライトで照らされた道、ツアーを導く数々のガイドさん、そんな状況が単独で登っている私自身を守ってくれています。
日本の富士登山という長い歴史が育んだ文化の力を借りて登っている、そんな実感を覚えます。ここまで深夜の暗闇の中を登ってきましたが、状況が変わります。カメラで見えないかもしれないですけど、向こうのね、空がちょっと色づき始めてますね。まあ結構雲ありますけど、ひょっとしたらご来光見えるのかな。ちょっとね、色づいてるのが、この今カメラにも映ってると思うんですけど、ややオレンジがかってきてます。ひょっとしたらご来光が見られるかもしれません。鳥居のところですね。9.5 だっけな。鳥居ですね。ちょっと見えないけど鳥居です。ここが9合目。ここが9合目だ。9合目ですね。ここが9合目のチェックポイント、向楠神社です。それにしてもこのおびただしいヘッドライトの数々、この中に私もいるのだと思うと不思議な感覚を覚えます。9合目結構こうやって休憩してるから富士山の山頂でご来光を見たい、そんな登山者たちの思いに引っ張られるように足が進みます。途中過ぎてからもう一頑張り、そうですね、結構あります、距離が。精神的な支えはね、すごい大きいと思います。これね、ガラガラでしてるだけだったら 100% 撤退ですね、これは。結構ね、もう山頂近くなってきましたね。山頂がうっすら見えます。山頂がね、近づいてきました。あと10分、15分なんだな。よいしょ。よいしょ。山頂近くなんで心配なのが、山頂行ったところって結構もうご来光見れるスペースないんじゃないかなと思って、相当私の前にも人が登ってるので、ご来光ってやっぱり山の際というか、谷川に端っこにないと見れないと思うんですよね。相当人数がいるので、ご来光自体がうまく見れるのかっていうのがちょっと心配です。で、今日実はね、7月7日かな、まだお鉢巡りが解禁されてないんですよね。なので山頂が一部しかいられないんですよ。なので山頂が狭いですよね。富士山山頂 200m、 もうすぐですね。あと 200m、 なかなかいい感じだ。もう間もなく日の出を迎えそうな朝焼け。日の出までに山頂に着くのかちょっと不安になってきます。ちなみに山頂近くの道は狭くなり渋滞中です。急いで登ることはできません。山頂の方も随分と明るくなり、山のシルエットがはっきり見て取れます。最後はね、結構道が狭いんですよ。結構渋滞してます。なかなか進まない感じですね。
山頂の姿が見えると途端に気持ちが高まります。体の疲れや頭の痛さも吹き飛ぶようと言いたいところですが、現実は違います。酒だっけ、あと200メートルの看板過ぎてから連絡以上に苦しくなってきちゃいましたね。息がこの時期ですね。登山初心者の人が結構来てると思うんですけど、相当過酷なことに挑戦してるなと思います。これ初心者を連れてってるねガイドさんとかね、相当大変だと思いますよ。危険の察知の判断とか相当厳しくやらないと事故っちゃうと思います。じゃあそれにしては綺麗だ。今最高ですね。最高だ。山頂でこれが見れるのか分かんないですけど、今ね最高ですよ。この山頂直下ラストや。100メートルぐらいなのかな。とてもいい感じです。上を見ると狛犬と鳥居が山頂直下で登山者を迎え入れてくれます。最後のね、ここですね。もう山頂だ。これね、なってきました。4時12分。よいしょ。苦しい。富士登頂です。ちょっとめっちゃ混んでるのでちょっと離れてとこなんとかねやりました。よかった。で山頂もね、少しなんか人で見えそうな雰囲気もちょっとありますね。ご来光見えそうな雰囲気あります。よし、ちょっと撮るから。撮影できる場所があるのか心配でしたが、山の縁側にうまく空いているところを見つけました。ご来光ね見えるのか分かんないですけど、とりあえずね、オレンジ色に焼けてます。太陽がどっから出てくるかですね。その人ねすごい数が。ここが吉田ルートの山頂。果たしてご来光を見ることはできるのか。いやなんかね最高の雰囲気ですね。風はめちゃくちゃ強くて寒いですけど。とにかくね皆さんに伝えておきたいのは手袋絶対持ってきた方がいいです。手はめちゃくちゃ寒いですね。多分持ってきてない人結構いてめっちゃ冷たそうですけど、もう私途中ちょっと手袋出せなかったんですよ。今つけてめちゃくちゃ助かってます。
これが吉田ルートの山頂から見える景色。皆さん、この一瞬に立ち会うために3776メートルまで登ってきたんです。果たしてご来光は姿を現してくれるのか。雲の間から薄い光の筋が現れました。光の筋が徐々に明確なものとなってきます。ついに眩しく光る太陽が顔を出しました。より強く、より暖かく。ご来光見えました。やりました。富士山山頂のご来光、小川さんがやってました。本当に見えなかったらどうしようと思ったんですけどね、もうバッチリいい感じでございます。よかった、来てよかった。またね、この皆さんの寒気がね、上がってます。すごいですね。素晴らしい。やりました。富士登山2024年、山頂からご来光を見ることができました。気づけば辺りは快晴。最高の登山日和となっています。今回の登山も一生忘れることのない大切な思い出になりました。太陽がね、また雲の中に入っちゃいましたね。いや、でもよかった、本当よかった。念願のね、富士山頂の、ご来光見れました。ご来光見れるか分かんない。なんかみんなで上がってきて、まあ一人なんですけど、なんかみんなで来てるっていう印象があって、非常にやっぱきつい、なんかっていう特別な感覚ですよね。それを思って、ご来光が上がって、なんで喜ぶ、この一体感がなんか素晴らしかったですね。本当日本で一番高い山です。一番高いところに、本当にここでしかね、特別な感情をね、得ることができました。寒い人もね、寒いぞ。次回は富士山下山編。ご来光の後に待つのは地獄の下山。富士登山で一番きついのは上りではなく下山なんです。下山の注意点もお届け。お楽しみに。